はい、皆さん、コンタコス。ド M 縛りプレイが大好きなタルタコスでございます。あ、もちろん、バルヘイムのですよ。さて、今回はね、虚構の公開情報まとめということで紹介していきましょうか。いろいろとね、情報もあるのですが、今回のアップデートで最終バイオームとなるため、公開情報は前回のハイノチよりはそんなに出ていないんですけど、今回はね、虚構がどんなバイオームになりそうなのか、公開されている情報から考察してみましょう。さて、まずは虚構の外観から見ていこうと思います。今回の虚構アップデートにあたり、とある戦士が虚構に上陸した動画があるので、まずはそちらを見ていきましょうか。 The Deep North. The final obstacle before I can prove myself worthy. The trials have been many, and so have the deaths. I have lost friends dear to me. But at last, I am here. という感じでロングシップに乗って虚構へ上陸した女性の戦士の動画でした。これから分かる通り、ハイノチのようにドラカールを作らないと普通の方法では上陸できないということはなさそうですね。ブログで公開されている画像がこちらですね。何やら曲がっている変わった木がありますね。新しい木材が取れそうですね。一見すると綺麗な景色ですが、そこは最後のバイオーム。この景色が地獄に見えるほどの難しさになってるでしょうね。さて、お次、戦士の冒険第2弾ご覧ください。It seems peaceful enough. So far, the wildlife doesn't appear to care much for my presence here. I should be able to gather some valuable resources from them if I need to. It's my survival, or theirs, after all. 動画に出てきたのはなんと可愛いアザラシ風のモブですね。敵対するモブではなさそうです。貴重な素材も落ちるとのことなので、テイムできるのかが気になりますね。さて、お次パート3見ていきましょうか。I have to be on my guard. Few places have been peaceful since I first arrived here, and it would be foolish to believe these lands to be different. No matter how well I fight, I might still be overcome by the inevitable cold of the place. I'd best find some shelter. なんと灰色のドワーフが凍ってますね。モブとして襲ってくることはなさそうですが、極北がいかに過酷な環境かっていうのが分かりますね。もしかしたら避難しないとプレイヤーも凍ってしまう仕様、そんなのが実装予定なのかなとも思いますよね。So far, I've been left alone. Despite that, I can't shake the feeling that something is watching me. It would seem I'm not the first person to set foot here after all. I wonder if anybody is still here. はい、以上がですね、パート4の映像でした。最後に何やら奇妙な建物がありましたね。ダンジョンなのか、誰が何のために建てたのか、謎ですね。戦士が言うには、常に誰かに見張られてる気配があるということなので、いきなり襲ってくるモブがいたりしたら怖いですね。Deserted. It's hard to say for how long, but I don't believe I'll find any friends here.
さてお次パート5でしたね。建物に入り捜索している途中に新たなモブに襲われてました。このモブの画像も公開されており、それがこちらです。名前がですね、イーリーキングって読むんですかね。ランタンを持っているのが特徴的ですね。見た目からして素早そうなのでかなり厄介な敵になりそうです。一つ思ったんですけど、この女性戦士ヨトゥン殺しというそんなに強くない武器を持って極北という謎大きいバイオームに挑む、これかなりのクロートだと思います。そんなクロートでもやられてしまうこのイーリーキング、かなり強いと思いますね。Shit. Where? No friends indeed. I'm not certain where I am, but I know I do well to find a way out of here. このパート6が今現在公開されている最後の動画になりますね。何やら木に覆われて暗く、どこにいるかわからないところに閉じ込められましたね。彼女はどこに閉じ込められたのか。どうやらこれは極北のダンジョンのようで、名前をですね、ウィンニングトンネルと呼ばれるダンジョンのようです。曲がりくねったトンネルの名前の通り、確かにトンネルのようなダンジョンなのかなとも思いますね。このランタンを持っている姿を見ると、見つかってしまうと牢屋に入れられてしまう、どこかメタルギア的なゲームを連想させますね。さて続いて極北で追加予定の建築クラフトの画像も1枚だけですが上がってます。それがこちら。どれが新しい建築クラフトでしょうかという問いかけとともに載せられてた1枚なんですけど、おそらく右のモールっぽいやつと、あとはその下のギザギザした木材ですかね。クリスマスがイメージできる建築クラフトが追加されてますね。他にも新しい建築クラフトが追加される予定とのことなので、建築勢の皆さん続報を待ちましょう。きっとですね、最後のバイオームなのでかなりの数の建築クラフトが実装されるとも思いますね。期待しましょう。さてお次、新しい装備の紹介ですね。極北のアップデートの前に戦闘関連の小規模なねアップデートを実装するようです。これによって斜面で攻撃が当たらない現象も改善されるようですね。これはですね、選手の皆さん歓喜ですよ。タコスもめっちゃ嬉しいです。それと同時に新しい装備が実装予定とのことで、その画像がこちらですね。おっと、これは西川貴教が着ててもおかしくない、なかなかセクシーな装備ですね。女性ならどうなるかちょっと気になりますね。どのモブが材料になる装備かは不明ですが、おそらくタコス的にはモルゲンかなとは思ってますね。今回もセット効果がおそらくあると思うので、どんなセット効果があるのか皆さん実装を心待ちにしましょう。そしてさらに戦闘のミニアップデートで実装予定のクラフトがこちらです。弓の的ですね。この的は中心からどれだけ近くに当たったか分かるだけでなく、刺さった矢やボルトも回収できるようですね。つまりね、無限に練習できるということですね。さすがにねスキルは上がらないとは思うんですけど、どうでしょうか。エイムがね下手くそすぎてプレイ時間2000時間超えてるのにヘビにやられているタコスはこれで死ぬほど練習しようかなと思います。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回は極北アップデート関連情報のまとめでした。前回のねはい後ほど情報は残念ながら出ていません。最後のアップデートなのでプレイヤーを驚かせたいらしく、情報があまり出ていないのが現実ですね。しかしこの動画を見ているバルヘイマーの皆さんなら、数少ないこの情報でも極北への興奮、そして期待がね止まらないと思います。
いつ頃ね、アップデートが来るかの予想なんですけど、前回のね、灰の地の正式アップデートが2024年4月22日ということなので、1年以上は経ってるので、もしかすると今年の年末にアップデート来るのか、来ないのか、というところがタコスの予想ですね。期待せず気長に待ちましょう。それでは皆さん、今日はこの辺でお別れです。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございます。そして私、歓喜いたしますので、ぜひぜひチャンネル登録の方やっていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺でお別れです。バイバーイ。